前回の続きなんですけれども、はい、前回は嗅覚のトレーニングのお話と、味覚と嗅覚がどういう過程でね人間に備わってきたのか、進化の過程の中でのお話と、そこからちょっと重要性を紐解いていったみたいなね、そういう感じだったんですけれども、食べること、味覚嗅覚っていうのはちょっと意識して食べ分けるじゃないけれども感じ取るっていうのもちょっとトレーニングの中の一つなので、今日は今から4種類の今この紙の下に隠れてるんだけどゼリーがあって、そのゼリーが何の味なのかっていうのを、ちょっと井上さんに当てていただくっていう。シントリロジーです。40代50代の健康を心と体とスパイスのスペシャリストが食事や料理をメインに配信しているチャンネルです。お気軽に楽しんでください。なのでちょっとゼリー色がついてるので、まず目隠しをしてもらいます。でちょっとね食べ比べてもらって、それぞれが何の味なのか。ドキドキする。いや大丈夫でしょう。口にスプーンで。じゃあお願いします。いきます。この味。はい。リンゴ。リンゴ。じゃあ次の味いきます。いい？こんな感じで。いいです。グレープフルーツ。次の味いきます。ぶどう。もう、じゃあ次の味いきます。これは絶対当たってる。マンゴー。了解です。じゃあちょっと目隠し取りましょう。結構難しいな。すごい。だけどね結構当たってて、リンゴと言いましたけど、ラフランス。ラフランスなんだ。洋梨です。で次がグレープフルーツ。当たってます。で次ブドウって言ったのがさくらんぼです。さくらんぼ。へえ。ね、だけど色これ本当ブドウっぽいんだけど、で一番最後マンゴーゼリー。マンゴーはね当たってます。だから結構ちゃんと味覚嗅覚すごくしっかりしてんじゃないのかなっていうね。半分当たりましたね。そしたら今度もう一回じゃあちょっと目隠ししてもらっていい？今度鼻もつまんじゃって嗅覚なしでやってみようか。やってみる。同じゼリーでやりますか？同じゼリーでやりましょう。じゃあラフランスと、ラフランス、グレープフルーツ、さくらんぼ、マンゴー。もう正解は分かっているわけだから、味は分かってるけど、さっきより当たるといいけど。飲み込んだら息して。そうすると分かるかな。これはね分かります。これはグレープフルーツ。すごい。じゃあ次いきます。じゃあ鼻つまんだまま回答してみましょう。全然わかんないけど、ラフランス。外しました。全然わからない。今のはねさくらんぼです。指を離してふわっとくると分かるよね。やっぱつまみっぱなしだと分かんないよね、多分ね。よし、じゃあ次。最初のは食べた後に苦味は感じれるんです。鼻つまんでも。だから分かったけど、味自体は分かんなかった。よし、じゃあ次。最後。2個あるけどこれ最後にしましょう。鼻つまんだまま答えましょう。マンゴー。当たりです。難しいです。ありがとうございます。難しいです。全然味としてはわからないです。ね、これ結構面白いね。だけどね。いい遊びというか。味ではわから、かすかな何かでそうじゃないかぐらいしかわからない。すごいびっくりしました。最初と全然違った。なるほど。ね、面白い遊びです。面白かったです。これ後でちゃんと食べようね。味わって食べたい。よし、じゃあ次のねお話いきましょうか。味覚のお話の前に、食品添加物のお話です。
食品添加物って聞くと悪いイメージというかね、食品添加物なんかない方がいいじゃんとか、みんなそう思うし、結構気にしてそういうのが一切入ってないものを取ろうとする人いたけど、もともと食品添加物ってどんな役割なのってここにね5つの役割書いてあるけれども、本来食品の、期限を延ばしたり、あと流通のコストを安くしようとか、期限を延ばすことによって廃棄コストを下げようとか、そういった価格を抑えようね、あとは腐らないようにする、そういったもので全然悪いものじゃなかった。1950年代ぐらいって年間に5、600人ぐらい食中毒で亡くなってた。ただこの食品添加物が主流になってきたりとか、あとは冷蔵庫が普及するようになって、それが多分そのぐらいの年代なんだけど、それとともに食中毒で亡くなる人が、激減してくる。でここにも食品添加物の役割って書いてあるけど、もう本当にこの通りなんだけど、お豆腐って聞くと健康に感じるけど、お豆腐だってにがりっていうのは食品添加物の一つ。食品の製造や加工に必要なもの、ラーメンのかん水なんかもそうか、ここに書いてありますよね。こういったものも食品添加物だし、あとは栄養強化剤っていって栄養ドリンクなんかに入っているものとか、2番に当てはまるもの。で3番は食品の保存を高め食中毒を予防する、やっぱ防カビ剤とか防腐剤だよね。で4番は食品の品質を向上させるもの、なんか食べやすくするとか食感を良くする、ゼリーとかグミとか、そういったものとかね、全部これに当てはまる。で5番は食品の風味や見た目を良くするもの、これは本当はあんまりねいらないのかなっていうところでね、企業がいかにしてこう、見た目を良くして売れるようにするのかっていうものもここに当てはまるし、単なる油の塊みたいなものにこういうものをいっぱい加えてなんか味を作っちゃうみたいな、そういったものが5番。本来の3番とかあとは1番とか、もう全然悪いものじゃないというか、本当はなきゃいけないものなんだけど、食品添加物今の時代だとちょっとこの5番のね、食品の風味や見た目を良くするものにすごく偏ってんじゃないのかなって言って、そこはやっぱあまりこう取っていかない方がいい、次のページ、今食べたゼリーのあれ書いてありますけれども、最初にこれ皆さんこうご存知だと思うけれども、一番最初に書いてあるものが一番多く入っているもの、であとは知ってるかな、この斜線以降が食品添加物だよってね、そういった表記になっています。じゃ隣のコンビニのとちょっと比較してみる。コンビニのやつの方が一番最初にカタカナから始まってますもんね。聞いたことがない何かが。斜線の横もなんかちょっとね、なんか聞いたことのないっていうか、大丈夫かみたいなね、ことが書いてある。こういうのもなんか最初分からなくても、ちょっとずつこう見るような意識をちょっとねつけていったりとか、この斜線以降どういうものが入ってるのかな、あとはこの斜線より前とかものこの表記の見方とか、こういったところも今後見ていくような癖をつけておくとね、いいのかもしれない。買う時にその商品の見た目だけじゃなくて、裏を返してこの文字のところを何が入ってるのかな、とにかくこう原材料名の一番最初に来るもの何なのかなみたいな、そういったもので、なんかよくみんなね、結構今なんかは植物油脂は避けようとか、そういうのもあるし、あとはこの斜線以降のものでこれはやめとこうとかね、そういったものって自分なりにこうルールを決めてねやっていくのはいいのかもしれない。ただ別に食品添加物をこう悪としてお伝えするっていうあれじゃなく、食品添加物自分は正直必要なものには必要だと思ってるし、そんな極端に毛嫌いすることではない。食品添加物じゃ全くなくしたら、こういう食べ物の値段とかなんか本当に跳ね上がっちゃうし、廃棄しなきゃいけないものだらけになっちゃう。
ね。ははいい、じゃあちょっと次のページ行きましょう、はい、食品添加物による味覚鈍化のリスクって書いてあるけれども、食品添加物ってさっきも言った食品の風味や見た目を良くするものの着色料、発色剤とか漂白剤、甘味料なんかってアミノ酸みたいなのを組み合わせると、味ってもう作れちゃう。化学物質だけで、上はこう利点って書いてある豆腐のにがりとかラーメンのかん水なんかそういったものには本当必要なものだし、ただこの下にある味覚の悪影響の方でね、ここにも書いてあるアミノ酸とか核酸、タンパク加水分解による強烈なうまみ、さっきも言った味って作れちゃうし、このタンパク加水分解をするこういう過程で毒素みたいなのが出るんじゃないのかっていうふうにね言われている。しかもこの濃い味を取ってると味覚ってより味の濃さに順応してきちゃうっていうのかな、結構より強いものを好むようになっちゃうから、濃い味に慣れてどんどん依存しちゃうんですね。そう依存しちゃうし、どんどん甘いもの、どんどん油分が強いものっていうのが欲するようになる。そこだけはちょっとやっぱり食品添加物っていうのは注意しなきゃいけない、ね。よし、じゃあちょっと次のページに行きましょう。今もちらっとお話ししたけれども、一回濃い味を食べるとどんどんこう濃い味が欲しくなるよっていうね、メカニズムってちょっと分かりきった話だけれども、感受性が下がる、感受性が下がるっていうのはその味に耐性ができるから、より強いものを欲しくなるっていうね、大脳皮質基底核回路ってお話ししたけれども、そういうのを食べてるとどんどんこう食べなきゃじゃないけれども、どんどんこうそういう行動が強化されていっちゃうっていうのかな。あ、美味しかった、また食べなきゃみたいな、そういった流れになってくる。でそうするとどんどんさらに濃い味が欲するようになるよっていうね、そういったものです。けど井上全然この辺は本当に心配なさそうだよね。どうなんだろう。でも甘いものは結構食べやすいね、だけどね、本当に女性は甘いものだよね。もうそこをいかにこう抑えれるかっていう、やっぱり最初はひょっとしたらちょっとした我慢なのかもしれない。じゃあちょっと次ページ行きましょう。ここが味覚トレーニングの、もう本当にこの1枚に全部集約されてるんだけれども、味覚トレーニングってじゃあ具体的にどういうことをすればいいのかっていう、甘いものを我慢するとか、そういったことではなくて、最初ここに書いてあるステップ1から、ステップ6までのなんか自分なりに実践していくのがいいんじゃないのかと。で一番最初に書いてあるけれども、出汁のうがいって書いてあります。朝一番、朝起きた時って味覚の感受性が一番高い。ずっと食べてないから、舌が敏感な時に昆布だしとかの出汁を飲む。出汁を飲むだけじゃなくて、さっきも言ったこう食道とかね、この喉の奥の方まで味蕾って存在するから、軽くこう口でぐちゅぐちゅってやったってペッてした後に残ったものを飲むみたいな。優しくその良い味っていうのを体に覚えさせるみたいなそうすると、味に対しての感受性っていうのが比較的こう正常になってくる。次ステップ2、今度は起きた後じゃなく食事の前に一杯出汁を飲むみたいな。これもすごく味覚をリセットさせるというか、空腹時っていうのはね、すごく例えばいきなり白いお米とか食べると、GI 値って言ってね、急激にこう血糖がガッと上がったりとかするんだけど、そういった急激な血糖の上昇も抑えられるし、最初に一杯飲むことによって強い食欲を抑えれるよっていう。なるほど。あと次のステップ3なんだけれども、さっき言ったこの掛け合わせる。特にこのグルタミン酸×イノシン酸っていうのはね、旨味の成分が8倍になるっていうから、8倍ってすごいね。すごいよね。だからこの食前にはこの2つを掛け合わせたものを飲むといいんじゃないのか。あとはなんか料理をする時とかもこういったお出汁を使う工夫があれば、結構塩分とかお砂糖とかをちょっと少なめで料理できるよっていうね。ただ起床直後の出汁のうがいっていうのはグルタミン酸だけの昆布だけの方がいいと思う。昆布だしだけのこのグルタミン酸だけ、グルタミン酸って結構本当腸内環境にもすごくいいから、だか
からこれってすごいね。昆布だし、はい、朝一は昆布だし、で食前の、だしとか、あと料理に使うだしはこの掛け合わせとか使い分けると面白いのかもしれないね。だから夜寝る前に、鍋に水張って昆布入れておけばいいよね。そう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 。朝ちょっと火かけて、最初それ1杯だけうがいに使って、その後そこに鰹節とか足して食事にしていけばいい。さすが。さすがです。作戦を今練りました。すごいね。それでいきましょう。はい。ステップ4とかいろいろ書いてあります。濃い味、油味は10日間ぐらいはちょっとだけでもいいから控えてみよう。みんなでお友達とファミレス行きました。何食べようかな。油物だけちょっと揚げ物はやめとこうとかね。その程度でもいいから。ただこれ取らなければ取らないだけ10日後干さなくなるからチャレンジしてみてください。で次ステップ5、腸内環境が出てきましたね。腸内環境の整備って書いてありますけど、この10日間の期間はちょっと意識して食物繊維とか発酵食品を積極的に摂るといいと。例えば納豆とかね、あと甘酒とかも結構ここで濃い味のものとか、じゃあお砂糖もちょっと我慢しようとかってなると、甘みって結構欲するようになるんだけど、甘酒の天然的な甘さって白砂糖とかではないし、体にも悪くないし、あと甘酒自体発酵しているものだから、甘酒も体にすごくいいですよ。そうなんですね。甘みを取るときに、甘酒に無調整の豆乳とか入れて飲むとすごく美味しいです。それなんかは味覚トレーニングの時、自分もこれ1回やったことあるけど、お供として飲んでた。お腹にもたまりそうですね。そう、お腹いっぱいにもなるし、そこに例えばコーヒー飲む人だったら、コーヒーちょっとで豆乳で甘みは甘酒でもいいかもしれないね。それはやってみよう。でその10日間やったこと、なるべく食べたものとかを記録しとくとね、レコーディングダイエットって言ってよくね、書くとあれ書きたくないから食べるのやめようとかね、そういったものにもつながるっていうそういうのがあるんだけど、昨日食べたものとか忘れちゃったりするもんね。そう食べたらすぐ書く。もう本当コンビニでちょっと甘いもの買ってもそれも書かなきゃダメぐらいな感じでやっていくと、ちょっと食べるっていうのは抑えられます。そんな10日間、皆さんもちょっとやってみてください。だしを作ってね、うがいする。だしを食事の前に飲む。油物は味の濃いものはちょっと避ける。で、腸内環境というかお漬物とかでもいいし、発酵食品をね食べる、納豆でもいいし、っていうそういうところです。朝のそのだしさえ担当できるようになれば、そんなに難しそうじゃないもんね。そうすると濃い味のものっていうのをだんだん干さなくなるから、これ自分は一回結構究極的なことをやったことがあって、っていうのはファスティングじゃないんだけれども、ちゃんとした良質なサプリメントだけを1週間取る。食べ物を一切食べない。ただ必要な栄養素は体に入れる。そこで、朝だしだけは飲んでいいんですよ。そうなんですね。で食べ物一切食べないでしょ。で必要な栄養素は体に入れてるから、お腹は多少空腹感はあるんだけど、全然辛くない。5日目ぐらいになるとこれずっとこのままいけんじゃんって思う。ただサプリメント高いからそんな持たないんだけど、ただそれを1週間やると、味覚思いっきりリセットされて、なんかそういう濃いものとかってね食べたくなくなるの。そうなんですね。ただそれはもう本当数年前にやったから、そこから意識とかちゃんとしてないと、今はやっぱり甘いもの食いてえなとかやっぱあるのかもしれないけれども、やめると戻ってしまいがちだけど、しまっちゃうけれども、やる前と比べたらそれでもなんか食事に対する意識っていうのはすごく変わったからね、すごくいいことだと思います。じゃあ次のページいきましょう。10日間のトレーニングの補助として行うことみたいなねことが書いてあります。
香りに意識する、食べる前に深呼吸して嗅覚をフル活用して風味を捉える。味っていうのは嗅覚からもすごく関連している。さっきも鼻つまんで食べましたけれども、なので普通に食べてる時もすごく香りは意識しながら食べましょう。はい、あと温度と食感を整えるって書いてあるけど、極端に熱いもの、極端に冷たいものって味覚をちょっと邪魔するから、そういったものはちょっとこう避けてもいいのかなっていう補足として、あります。さっき食品添加物のお話ちらっとしましたけれども、加工食品っていうのはなるべく減らしましょう。加工食品って結局、さっきの5番の風味や見た目を良くするような着色剤とか発色剤のものってやっぱ絶対濃い味だから、ね、その濃い味は、この期間は避けましょうっていうね、スナック菓子も避けましょうみたいな、そんなお話です。ここにちょっとねラベル確認の習慣ってもう書いてあるね。裏を見ろってやつですね。増粘多糖類や pH 調節剤が多い食品は味覚を鈍らせる可能性がある。ここだけ覚えておくといいかもしれないね。調味料っていうのもこれ結構だけど入ってるの多いよね、アミノ酸と。そんなに悪いものというイメージがなかったけど、調味料という言葉からは、けどこの辺はやっぱり作られた味というか、結構味覚はちょっと崩していくみたいな感じがある。気をつけよう。はい、じゃあ次のページいきます。これまとめって書いてあるけれども、味覚嗅覚は鍛えられる感覚ですよっていうね、感じのことで、まあ簡単に言えばこれは何て言うんでしょう、もう本当一般の人向けのトレーニングというか、もう気張らずにトレーニングと言わず、まあ普通にやっててくださいみたいな今日はね、本当お話なんだけど、せっかく食べているんだから味や香りにちゃんと集中してね、食べようねっていうのと、そんなところのことがね書いてあります。だからながら食いはダメってことだよね。テレビ見ながらとか携帯見ながらとか、携帯見ながら牛丼食べるとかね、そういったことなんかもうただ今の時代ってこうみんな一人で外食とかって多い、そういうところ行くとみんな本当携帯見ながら何か食べてるとかっていうのがあるんだけど、そういったのっていうのは絶対良くない。ね、そうですね。ちなみに余談ですけど。アシュタンガヨガの、先生が書いた本とかにもね、食事はちゃんと座ってで、一口一口噛んで、で呼吸をしながらゆっくりと味わって食べなさいとかも書いてありました。なるほど、すごい。それだよ、本当その通り。本当その通りなんですよ。ね、でここにも書いてあります。生存戦略としての味覚と嗅覚、今日のお話のまとめだよね。味覚は安全確認、嗅覚は探索と記憶を担当しています。この2つが統合され脳で美味しさをとして意味付けられています。でベロっていうのは、約2週間で再生再学習されています。未来のターンオーバーは10日から14日間です。加齢で機能が低下してもトレーニングによって感受性は回復維持できます。さっき言ったうまみで、うまみを取ってると、唾液の分泌が増えてくるよっていうのもねありますし、ね、これもやってあげてください。で添加物との賢い付き合い方っていうのがあります。完全に排除するものではなく、量と頻度をコントロールしていきましょう。強い刺激に依存しないで、素材本来のうまみ中心への食生活を意識するといいと思います。で右側の今日から始めるアクション、だしでうがいをしましょう、風味を意識して食べましょう。食事中スマホを書いてあるね、置いて食べるはちょっと言語道断ですみたいな、そんな感じ。言語道断です。はい。で、買い物の時食品の裏面をちょっとチェックするといいと思います。はい、そんなお話でした。一番最後のページ、まとめです。美味しさは生まれつきなものでなく育てるものです。味覚は舌で感じて、嗅覚で感性し、脳で意味付けされます。今日の食事からあなたのセンサーを磨き直そう。そんなお話でした。どうでしょうか。
最初のやっぱり、2週間の10日間のチャレンジっていうのが、本当に思ったよりも身近で、すぐできそうだなと思ったので、やりたいなと思いました。そうダイエットに関係するっつったけど、ダイエットしようねとかって言ってるわけじゃないから、ね、本当にそう簡単なことっていうか、ただその出汁の旨味っていうのは本当重要なんだなっていうのをね、ちょっと知ってもらって、あとは食べる時にはちょっとこう香りとかそういったものもちゃんと意識してね、食べ物を楽しもうっていうね、そういったところからで、そういったものができてから多分我慢っていうものができるようになると思います。我慢しやすい状況をまず作って土台をちゃんとしてからダイエットとかはするといいねっていう感じですね。はい、そういうことになります。はい、やってみたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ後でっていうところでね、ちょっと食べましょう。いただきます。すいません。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。